皆さん、こんにちは。講師のしほです。今日は、皆さんに、自己紹介のやり方を、教えていきたいなと思います。それではまず、私の自己紹介をしたいと思うので、皆さん、ちょっと、しっかり聞いてみてください。はい。それでは皆さん、はじめまして。私はしほと言います。私は東京出身で、今も東京に住んでいます。私の趣味は、外国の映画やテレビドラマを見ること、それから美味しいものを探したり食べたりすることです。好きな映画は本当にたくさんあるんですけど、特に好きなのはキューティーブロンドという映画です。この映画はもう何十回も見たことのある私にとって特別な映画です。好きな食べ物もすごくたくさんあります。特に好きなのは、スイーツとか和食、イタリアン、それからタイ料理などのエスニックですね。そういったものをよく食べています。もっといろんな国のいろんな料理を食べてみたいなといつも思っています。で、あとは運動をしたりとかショッピングをすること。それから、旅行に行ったり、カフェでのんびり本を読んだりするのもすごく好きです。はい、では、私の自己紹介はこれで終わりにしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、私の自己紹介はこれで終わります。はい、では次に、皆さんがこれから自己紹介をしなくてはいけない場面というのがすごくたくさん出てくると思います。その時に上手に自己紹介をして皆さんのことを他の人たちによく知ってもらうためにちょっとした自己紹介のポイントを今日は皆さんに教えていきたいなと思います。はい、それではまず最初に私が何て言って自己紹介を始めたか覚えてますか？まず最初はですね、はじめましてという言葉から自己紹介を始めてみてください。これは初めて会った人にする挨拶です。これを言わないとちょっと、失礼な人になってしまうので、必ず言うようにしてみてください。そしたらその後、何を言ったらいいかわかりますか？次は自分の名前を皆さんに教えてあげてください。どんな風に自分の名前を教えればいいかというと、私は何々です。もしくは、私は何々と言います。それか、私の名前は何々です。こういう言い方をしてみてください。例えば、私はジョンと言います。私の名前はジョンです。このような感じで、名前を教えてあげてください。で、次にもし自分の名前以外に何か呼んでほしい名前があるときは、それも一緒に教えてあげてください。例えば、私の名前はしほです。でも実は、少しポルトガル語を勉強していたことがあって、ポルトガル語の名前を持っています。で、それはクララという名前なんですけど、
じゃあ、私が志保ではなくて、クララと呼んでもらいたいとします。その場合は、私は志保と言います。クララと呼んでください。そんな風に皆さんに教えてあげてください。ではその次ですね。私が何て言ったか皆さん覚えてますか？次はどこで生まれてどこで育ったのか、それを教えてあげてください。その言い方をですね、何々出身です。私は何々出身です。というふうに言います。じゃあ私の場合は、私は東京出身です。じゃあ例えば、私は、北海道出身ですとか、そんな風に教えてあげてください。でもし生まれたところと今住んでいる場所が違うのであれば、今住んでいるところもぜひ皆さんに教えてあげてください。その時は、今はどこどこに住んでいますという言い方をしてみてください。じゃあ例えば、私は東京出身です。今は大阪に住んでいます。じゃあもう一つ例を言うと、私は、どこがいいかな？私は沖縄出身です。今は韓国に住んでいます。そんな風に言ってみてください。はい、ではその次。私さっきちょっと言い忘れてしまったんですけど、皆さんにはぜひ今どんな仕事をしているのかということも他の人に教えてあげてください。で、その時どんな風に言ったらいいのかというと、仕事は何々です。という言い方をしてみてください。例えば、仕事は中学校の先生です。仕事はエンジニアです。私の仕事は、何がいいかな。私の仕事は、銀行マンですとか。なんかそんな風に教えてあげてください。で、どこで働いているのか、場所ですね。場所も教えてみるといいかもしれませんね。そういう時は、職場。職場っていうのは働いている場所のことです。職場はどこどこにあります。そういう言い方ができます。なので、例文を作ってみると、仕事は高校の先生です。職場は京都にあります。とか、もっと具体的な方が本当はいいですね。じゃあ例えば、仕事は高校の先生です。職場は、東京駅の近くにあります。こんな風に言ってみてください。で、この仕事と職場の場所を一つの文章にして教えてあげることもできます。その時はこんな言い方をします。仕事はエンジニアで東京駅の近くで働いています。仕事は小学校の先生で、この近くで働いています。とか、そんな言い方をすることもできます。で、もし学生の場合、まだ学校に通っている場合は、こんな言い方ができます。大学で何々を勉強しています。じゃあ例えば、大学で
経済を勉強しています。大学で数学を勉強しています。そんな風に教えてあげてください。でもし大学の名前を言いたいときは、例えば東京大学で数学を勉強しています。京都大学で、日本語を勉強しています。そんな風に言ってみてください。では次はとっても大事ですね。皆さんのことをよく知ってもらうためには、皆さんの趣味を伝えてみるのがとてもいいと思います。どんな風に言えばいいのかというと、趣味は何々です。これだけです。じゃあ例えば、趣味は旅行をすることです。趣味は映画を見ることと絵を描くことです。そんな風に言ってみてください。で、たくさん趣味があるときは、あまり一度に全部言おうとしない方がいいと思います。いっぱいあるときは、特に好きなものを、そうですね、2つか3つぐらいまず言ってみてください。例えば、趣味は映画を見ることや絵を描くこと、写真を撮ることです。で、その後に、あとはショッピングをしたり、旅行に行ったりするのも好きです。そんな風に言ってみると、とってもわかりやすい趣味の紹介になります。でもっと詳しくお話をしたいときは、どうしてそれが好きなのかということを教えてあげるといいんじゃないかなと思います。では次というかそうですね。あとは、そうですね。よくあるのは、好きな食べ物とか嫌いな食べ物を教えてあげたりする人も結構いるかなというふうに思います。そういう時は、好きな食べ物は何々です。嫌いな食べ物は何々です。と言うといいと思います。理由もあると、さっきの趣味のお話みたいにもっと皆さんのことを知ってもらえるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、休みの日に何をして過ごすことが多いのかということを教えてあげるのもいいんじゃないかなと思います。どんなふうに言えばいいのかというと、休みの日にはよく何々をします。そんな風に教えてあげてください。例えば、休みの日にはよくジムに行って運動をしますとか、あとは休みの日にはよくショッピングに行って、その後友達と一緒に食事をします。そんな風に言ってあげると、どんな風に週末を楽しんでいるのかっていうことが他の人にとてもよく伝わるし、皆さんがどんな人なのかっていうことをもっと知ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。で、今皆さん日本語の勉強をしていて、で、日本語のレッスンを受けている人ももういるんじゃないかなっていうふうにも思うので、もし日本語の話をしたいなって思ったら、ぜひ日本語を勉強し始めた理由を教えてあげてください。その時は、日本語を勉強し始めたきっかけは何々ですという言い方で教えてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。
このきっかけっていうのは、勉強をしようと思った一番最初の理由だと思えば OK です。はい、じゃ例えば、日本語を勉強し始めたきっかけは、日本のアニメが好きだからです。とか、そういう言い方をしてみると、とてもよく伝わると思うし、みんなが興味を持っていろんなことを聞いてくれるんじゃないかなというふうにも思います。では、最後に、みんな結構悩んでる人が多いかなって思うんですが、自己紹介をどんな風に終わらせればいいのか、ちょっとよくわからないなっていう人が多いみたいなので、ちょっとそれだけ最後にお話ししたいと思います。一番最後に、よろしくお願いしますとか、これで終わります。以上です。そんな言い方をして終わると、とても綺麗に分かりやすく終わることができるので、ぜひそんな風に言って終わらせてみてください。で、ちなみに最後に言った以上ですっていう言い方は、すごく丁寧な、ちょっと硬い言い方になるので、そうですね、例えば仕事の場面とか、なんかそういう、なんでしょうね、仕事の場面ではないですね。ちょっとフォーマルな場面での自己紹介の時に使うのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今皆さんにお伝えした自己紹介のやり方をぜひ実際に使って皆さんも上手に自己紹介できるようにちょっと練習をしてみてください。はい、それでは、今日この自己紹介のやり方についてのレッスン終わりにしたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。